Hey guys! 皆さんこんにちは。いっちーです。現在僕は関西空港に来ております。サムネとタイトルにもある通り、今回は白い砂のアクアトープの聖地巡礼をしていきます。モデル地が沖縄ということで、飛行機で向かっていきましょう。というわけで沖縄に到着しました。作中だと入り口付近のこの水槽が映ってましたよね。無事沖縄到着しました。こっちね12月なんですけどスウェットだけで行けますね。今日はね別にやることないんで、ホテルにチェックインしてダラダラしようかなと思います。沖縄に到着したのが夜だったので、このままホテルにチェックインして明日の巡礼に備えます。それではおやすみなさい。白い砂のアクアトープの聖地巡りしていきます。当初はねちょっと天候悪かったんですけど、今日ね結構快晴まではいかないですけど、晴れてるんでね巡れるかなと思います。まずはね国際通りから巡っていこうと思います。というわけでまずは那覇市にある国際通りから巡っていきましょう。ここは作中の序盤で風花が沖縄に訪れたばかりで登場してきましたよね。修学旅行生もいたりとかなり賑わってましたね。特にすることはなかったので聖地の場所だけ回収してきました。こちらの海ぶどうの白い看板が目印。一瞬ではありますが作中で登場してきました。聖地がいくつかね取れたんで、メインである南城市の方にね向かっていきます。ちょっとね今回はね本当はバスで行こうとしたんですけど、バス本数ないんで那覇から南城のレンタルサイクルを借りてね行くっていうちょっとバカな旅なんですけど、せっかくなので沖縄の海の景色を見つつ、巡ろうかなと思います。それじゃあ行ってみましょう。結構体力ないとねしんどいと思うんで、行く際にはバスや車を利用してください。はい、ということでようこそ南城市ということで南城市にやってきました。ここからもねまだ距離あるんで、もうちょっとチャリをこぎます。自転車を走らせながらね途中で海の景色だったりとか自然の景色を楽しめるんでね、自転車で巡ってみるのもね個人的にはおすすめです。那覇からねチャリで来て約2時間ぐらい、こちら海が見えます。いやめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗だし、普通に気候あったかいからすごい夏っぽい感じですね。ちょっとおかしいですね、12月なのに。聖地はもうちょっとあっちの方なんですよ。でちょっとあっちの方行ってそこから巡礼をね開始しようと思います。はい、ということで到着しました。こちら浅間サンサンビーチです。ここはね作中でよく登場してくる海水浴場のモデルだったりとか、ガマガマ水族館があった場所、実際には存在してないんですけど、そのあった場所にあっているねビーチ周辺を散策していきます。今12月なんですけどね、めちゃくちゃ暖かいですなんで本当にタイミング良かったですね。暑くもないし、寒くもないんで本当にいいタイミングで巡礼できてます。いや海めっちゃ綺麗ですね。やべえ、透き通ってますね。ビーチを散策しているとこちらのブランコを発見。オープニングなどで登場してくる作品の中でも印象深いブランコです。いやー、この木のブランコと海の景色は映えますね。奥の方に進んでいくとハートの形をした恋人の鐘があります。願いを込めて鳴らすと恋が叶うと噂のパワースポットらしいです。この時動画でとりあえず撮っただけなんで、おそらく僕の恋は叶いそうにないですね。ここから見える海の景色が本当に最高でした。透明度も高いのでずっと見ていられる景色です。なんかめっちゃいい眺めですね。ここでずっとボケットできるんですけどね。いやいいっすね。本当にこの気候も相まって最高っすわ。ビーチの奥の方にはビーチフラッグやバーベキューをしていた回で登場してきた砂浜があります。建物の様子も作中との一致度が高え。ビーチから離れた場所にはガマガマ水族館へ向かうククルたちが歩いていたシーンの場所を見つけました。左側に見える建物が目印です。実際にガマガマ水族館はありませんでしたが、なんとガマガマ水族館があった場所にはこのような記念碑が設置してありました。これはファンにはたまらないですね。今後も多くのファンが訪れてほしいです。浅間サンサンビーチから少し離れた知念海洋レジャーセンターからの風景はアニメ5話で風花が母親から逃走するシーンで登場してきました。近くにあるこちらのバス停も登場していましたね。作中そのままの風景でした。
続いて眼中駅南城にやってきました。ここにある観光協会には白い砂のアクアトープのキャラクターたちのパネルが設置してあるので、巡礼で訪れた際に立ち寄ってみてください。近くに沖縄名物のサーターアンダギーが売っていたので休憩がてらに食べました。発音合ってますか？外はカリッと、中はふんわりしていて甘くて美味しかったです。サーターは砂糖、アンダーは油、アギーが揚げるを意味する言葉で構成されているらしいです。ここのベンチからの景色も良かったな。とりあえずなんか嫌なことあったら沖縄に来て海でもね見ようかなと思いました。眼中駅のすぐ近くにはうどんちゃんが働いているお店のモデルではなく立地のモデル地があります。実際にお店はありませんでした。ですが近くのこの看板の文字は作中と似ていますよね。ここからの眺めも良かったのでおすすめです。知念の海岸線が見渡せます。眼中駅から徒歩5分ほどの場所には観光スポットとしても有名な知念岬があります。太平洋を一望できるロケーション抜群のスポットです。この場所はオープニングで登場してきた場所のモデルとなっています。眼下にはコバルトブルーの海が広がり、聖地巡礼関係なく訪れてほしいスポットの一つです。巡っているとこのようにハートの形をよく目にしますよね。理由としては南城市の地形がハートの形をしているところからハートの街と言われているそうです。続いての場所に向かう途中にはアニメ4話で風花が買い物をしていた JA 沖縄知念支店があります。お店の外観は作中そのままでした。現在はお店は閉業しているそうです。続いて1話で風花が歩いているシーンで登場してきたこちらの場所にやってきました。先ほどのお店から道なりに沿ってくると到着します。後ろに見える未来かない橋は観光名所としても人気の場所です。道それた場所になんか止めるとこではないですけど、ちょっと隙間あったんでここに止めてパパッとですけど撮らせてもらってます。最後に訪れたのは白い砂浜が特徴の百名ビーチにやってきました。このビーチは琉球の蘇生神天海清が海の彼方から渡来した際に初めて上陸した場所とされています。あざまサンサンビーチも良かったですが、この場所は海はもちろん自然に囲まれた場所だったので、のんびりビーチを散策するのに最適でした。このビーチはアニメ1話で風花が一夜を過ごした際に登場してきたビーチのモデルです。以上が白い砂のアクアトープの聖地巡礼でした。いやー、ここの場所もね本当に行きたかった聖地の一つなので、今回これでめちゃくちゃ嬉しかったですし、やっぱりその沖縄っていう場所だけあって、海だったりとか自然、他の場所にもない、ね、ところがたくさんあったんで巡っててめちゃくちゃ楽しかったです。アクアトープ自体は 4,5 年前ぐらいの作品なんですけど、ああやってさっき言った眼城駅にモデルが設置してあったり、ぜひ皆さんもね南城市に足を運んでみてください。この動画がいいな、参考になったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。See you!